さて、今回はスライム法を紹介します。アップデートで追加された要素を見に来るために随分遠くまで来てしまったので、帰るための方法を開発します。赤スライムは移動のために接触しているものを弾く性質があります。これを利用して移動装置のようなものを作ってみようと思います。この物を弾く性質は地面に固定されると失われてしまいます。ですが、餌を食べて成長することはできるため、ある程度大きくなるまでは地面に固定しておくと無難そうです。ベアリングを介して地面に固定してあげることによって、スライムの弾く能力を失わないまま地面に設置することができます。上から棒鉄鋼を落としてあげると弾きました。今回はかなり大きく育てたいと思うので、フレームは大きめに、はじめにスライムに手が届くように足場も作ります。スライムが小さいうちは食べられる餌の大きさも小さいため、葉っぱでは効率が悪いです。なので、このようにリンゴをまとめて与えると効率よく成長させることができます。あとはスライムの成長状況に応じて食べられる目いっぱいの大きさで葉っぱを与えていくことで効率よく成長させることができます。このぐらいの大きさまで育つとスライムが食べられるサイズの限界よりも運べる重さの方が問題になってきます。ホルスター機能をうまく使うと160キロまでは物が持ち上がるので、そのあたりをうまく使って育てていきます。だいたい13トンぐらいまで育ちました。地面に固定するためのベアリングは一つを残して外輪を壊してしまいます。それらを結合し直して軸の長いベアリングを作ります。ベアリングは大きな力がかかると軸がぶれて結合してあるものが壊れてしまうことがあります。軸を長くしてフレーム側に結合しておけば、そのような揺れが起きても壊れてしまうことがなくなります。石を当ててみると、ちゃんと発射されました。ベアリングによる固定もちゃんと機能しています。スライムは餌と反対側に弾いてくれるので、このように餌置き場を作って正確に行き先を決めてやります。それではモノリスを目指して実際に飛んでいってみましょう。スライムにぶら下がって頭を押し付けると、このように射出されます。木や石などに当たるとダメージを受けますが、先ほどのように地面に当たる分にはダメージを受けないので、斜面などをうまく利用することで高く高く飛ぶことができます。拠点に向かってだいたい5キロぐらい飛ぶことができました。ここは今回のアップデート前に開発していた拠点で、10トンのスライム砲が設置してあります。その10トン砲を使って残りの 3.2 キロぐらいを飛んでみましょう。方角指示用のリンゴの位置を微調整して行ってみましょう。
風のせいで少し西にそれてしまい、また距離もちょっと遠くまで飛びすぎてしまいました。幸いにも陸地の近くに降りられたので、このまま海岸沿いを歩いていって拠点に向かいます。つい最近、この島と目的地の島の間に橋を架けたところだったので、ちょうどよかったです。ということで、南方8.5キロの拠点からスライム砲を乗り継ぐことによって、モノリスのあるこの始まりの地まで無事に帰ってくることができました。初期と違って木を植えることができるようになり、育てるのも楽になったので、皆さんもぜひ試してみてください。それではまた。